よく、小学校の頃も、ずっと夢をよく見てたんですけども、その夢というのが、登場する生き物が、普通に人が登場することも普通によくあったんですけども、特徴的なのは結構自分自身が動物であることも結構あって、で視点がですね、人間の目線ではなくて動物の視点で自分自身が夢の中で登場して、行動してるという夢も結構見てたんですね。例えば森の中を走ってるんですけども、明らかにその視点が人間の視点ではなくって、もう完全に秋の落ち葉の音を間近で感じながら、それをガシャガシャ音を立てながら、狼ぐらいの視点なんですね。でちゃんと仲間もいて狩りをしてるんですね。でその狩りをしてる仲間とはもちろん人間の言葉は使えないので、アイコンタクトを取ったりしながら、その時はエゾジカですね。エゾジカがターゲットとして、森の向こうの方に、遠くの方にいて、それを仕留めるために何匹かと言語以外のコミュニケーションを取りながら、作戦を取りながら囲い込みながらその生き物を追うっていう夢だったりとか、自分が動物だったっていう夢を見たという人もあまり身近にいなかったので、それが、どうしてなんだろうっていうのは常に小さい頃から不思議に思ってました。でそれのヒントとなるような夢を途中で見まして、そのイメージの世界の中に、いろんな生き物が登場するんですけども、昆虫だったり哺乳類だったり魚だったり、もちろんその中に人間も混ざってるんですけども、それぞれの生き物から体の、この中心部だったり、この頭の辺りですかね、こういうところから根っこが生えてるんですね。その夢の中ではなぜか上に向かって根っこが伸びてるんですね。なぜかそれらの根っこが人間以外の動物には全部ちゃんと生えてて、それがもう上の方までずっと伸びてるんですね。でもなぜか人間だけその根っこは生えてなかったんです。なんで人間だけがその根っこが消えてしまってるんだろうっていう部分がすごく印象的だったんですね。おそらく日常生活の中で、動物に人と話すより動物と接してる方が楽しいって思ってたのは、多分その辺のイメージが自分でも気づいてない無意識の部分にそういったイメージを持ってたからなのかなっていうふうには思ってます。その夢を見た時に思ったのは、私自身も、おそらくその根っこっていうのが全然つながっていなくて、途切れてしまってるものでも、本来はその同じ生き物である以上、昔はおそらくつながっていたのかもしれないけど、それすら忘れてしまって、忙しさの中で、そういう感覚をもう全部忘れてしまったんじゃないかって途中から思うようになったんですね。で、どうしたらそういう他の生き物と同じように、根っこがちゃんとまっすぐ上に伸びるのかなっていう部分をすごく関心を持ってまして、で人間はもうみんなつながってないってもう勝手に自分の中で思い込んでたんですね。でただ、それが中学高校と
学年を年を上に上がるにつれてだんだんとこう気づき始めたことがありまして、いろんな人とこう出会うことによって人間の中にもちゃんとその根っこがちゃんと上に伸びててつながってる人もいるんだっていうことに気づき始めたんですね。でそこから人に興味を持ち始めて大学生ぐらいになった時とかはもう極力、同じ人とずっとこう接してるよりも絶えずこう、一人旅とかをして、出会ったことのない人たち、普段関わることはないであろう人たちに積極的に話しかけて、その人の話をじっくり聞くとか、人間観察ですね、そういうものから何かヒントがあるんじゃないかって、そのつながってるなって思う人を見つけた時にその人の話をじっくり聞いてみたりとか、そういったところからその伸びてる人と切れてる人の違いっていうものをずっと多分探し続けていたように思います。で、なぜそこまでそのつながってるのか切れてるのかっていうものをこだわってるかというと、本来みんなつながっているものだったっていう、漠然とした感覚なんですけども、そういったものが常に自分のこの奥深いところにあるので、その先にあるものが何なのか、その先に伸びたそのつながってる共通のこの辺りにある上にある何か、それが何なのかっていうものがもう一生かけてもわからないかもしれないんですけども、それをずっと探し続ける行為、それがもうこの作品作りとイコールになるくらいの、ものなんですね、私の中では。でただ本当に毎回毎回こう夢を見るたびにいろんな生き物が登場してくるので、なんとかしてその生き物たちを記録したいっていうところから始めたんですけども、そういった夢の中に登場する生き物たちっていうのは、日常生活の中で、送ってる自分とはまた別のもっと奥深いところにある、潜在意識ですね、その部分の中に生きてる生き物たちで、それらがその潜在意識の部分で、何かその共通の何かとつながるヒントを持っているんじゃないかっていうところから形に起こすということをずっと続けています。で、その生き物もですね、何かそういう印象的な生き物を見た時に、スケッチを下書きをしてそこから粘土で形を作り上げていくっていうよりも、もう忘れてしまいたくないので、そのもう何でしょう、絵で描くよりも、こういった生き物全部鋳造なので最初に粘土を使って原型を作るんですが、
粘土で作ってる段階にもその残像がどんどんこう作ってる最中からどんどん変形していくんですね。でその残像を覆うような形で形を作っていって、もう本当に即興に近いですね。夢に見たそのイメージから始まって、実際に手でこう粘土を触ることによってさらにそれがどんどんまたイメージが更新されていって、リアルにさらにそこからもう本当に生き物のようにまた増殖していったり、そのイメージがもう追っていくような作業に近いんですね。再現するというか、実際にその何もない空間のところに、イメージがどんどん浮かんでいって、それに追いつくように形を作っていくという流れが一番しっくりきます。最初からそういう作り方をしてたのかというとそうではなくって、今でこそそういう作り方をしているんですが、もともとは美大ではデザイン科ですね、金属、彫金ジュエリーですね、そういったものを作っていたことがあったので、その頃は完全にちゃんとこうデザインスケッチというものをしたりとか、あとは製図の授業とかもあったので、定規を引いてサイズをしっかり測って、もう計画通りにこういうものを作るってなったら、もうそれをもう完成図がはっきりしていて、でそれに沿って形を工程を経て作っていくということが多かったんですね。でその後も、金属を使って照明を作ったり、ガラスの学校にその後入ったんですけども、最初の頃は完全に、もう計画的に製図を書いてちゃんときっちりと定規を使って全部完成図があってっていう作り方をやっていました。なので即興で何かを作るっていうことはしてなかったんですね。でそれとは別に、自分の趣味でですねやっていたことは全くそれとは逆で、今の作り方につながるんですけども、なんとなく書いていた落書きっていうものはもう完全に、そうですね、何かを書こうと思って書くっていうよりも、白紙の白い紙があったとすると、そこの紙にもう浮かぶんですね。こう何か模様だったり、抽象的な形だったり、それをただなぞるだけ、なぞっていくような作業をして遊ぶっていうのがすごく好きだったんですね。色にしても線にしても全部それ自体がもう生き物のようにその白紙の中でどんどん泳ぐように、青写真みたいな形ですねにどんどんこう見えてくるので、ただそれをなぞるだけですね。それと同じ近い作り方が、今、それが立体になるんですけども、粘土で作ってる時も一緒で、全くここに何もない透明な空間に粘土の塊をここにボンって置くと、そこから青写真みたいな形で形がこう増殖してどんどん見えてくるんですね。でそれをなぞるように覆うように形を作るっていう方が自分の中で一番それがすごくしっくりくるというか、自然な作り方だなっていうことに気づき始めたんですね。で製図を書いて作品を作ってた時はそれはそれで何でしょう、達成感みたいなものがあって、すごく楽しかったんですけども、ただ果たしてこういった作り方でずっと何十年も
この先続けていって、楽しいかどうかって考えた時にどこかで何かこう限界じゃないですけども自由度を失うんじゃないかっていう思いがあったんですね。でそこから、自然ともともとその遊びでやっていた落書きと同じような感覚で、もっと自分の感覚の部分を信じて、それに従って作る方が自分の中ではしっくりくるっていうことが分かり始めたので、そこからはもうずっと、イメージを浮かんだイメージをなぞるような形で作るようにしています。この生き物たちなんですけども、みんなそれぞれ物語がありまして、そういったものが自分のストーリーの中でいろいろ自由に変化していくんですが、最近興味があることが、あるんですけども、それが何かというと、最近はですね、今まではずっと自分の見た夢をひたすら夢日記につけて、それらを書き留めてストーリーを記録していってたんですけども、それだけじゃなくって人の他人の夢ですね、他人の夢を聞くほど退屈なことはないってよく皆さん言う方が多いと思うんですけども、私はむしろ逆で、絶対に自分の中では登場しないであろう夢の展開だったり、シュールな夢を見る方も結構いらっしゃって、そういった夢の話を聞くと、それを話を聞くことで自分の中で頭の中にまた新たな新鮮なイメージが頭の中で作られるんですね。でそういったイメージをどんどん引き出しの中に自分の内側の引き出しの中にどんどんストックしていくことで、それがまた、寝ている時にその他人の夢のイメージと自分がもともと持ってるイメージが融合されて、またさらに豊かなイメージの夢を見たりとか、そういうこともあるんじゃないかって最近思い始めて、それがみんながみんなすごくその意味のある夢かどうかっていうと、もちろんそんなことはないと思うんですけども、ほんの一かけらでもその夢のイメージの中に共通のこの上の根っこの上の部分にある共通の意識の中のヒントになるような一かけらがその話のストーリーの中に隠れているかもしれないって思った時に、そういったものがこうどんどんストックしていくことで、夢の世界の中でそれらの小さな粒が、パズルみたいにどんどん組み合わさっていって、何か形が見えてくるんじゃないかとか、もう本当に感覚的なものになるんですが、見た人がなんかこれどっかで見たことがあるっていうのが、それが現実の世界ではなくって、自分のその夢の世界でこういった場所に行ったことはなんかあるような気がするとか、そういう会話に出会えた時とか、ものすごく嬉しいですね。そういう場面に出会いたくて、こういったものを作ってるっていうのもあるんですけども、きっとみんなこう忘れかけていた何か
すごく大切な、まあ、生き物としての記憶ですね。人間がとか動物の猫が犬がっていう個々のものじゃなくても、命を持ってるもの全ての生き物の全体の記憶ですね。そういったものがこう忘れかけてるものを何かその作品見ることでなんか心の中で何か感じるものがあったりすると、作品を作ってて本当にすごく良かったなって思える瞬間でもありますね。これから先自分で何か形を作っていく際に忘れないでいたいなって思うことは、常にその自分のこの内側の部分ですね、本当にもう余計な、意識ですね、そういったものを全部取っ払った本当に核になる部分ですね、潜在意識にある、そういった部分から出てくる本当に、日常生活の中で、刺激的なことがあまりにも多すぎて、そういった潜在意識の本当に繊細な部分っていうのは、埋もれてしまうことが多いんですね。でそういう部分に常に耳を傾けていたいっていう思いが常にあります。でこれから先もやっぱり意識していない限りそういった繊細な部分って見えなくなってしまうというか、奇抜さとかそういった派手さとかそういったものがやっぱり現実の刺激の中に比べるとそういったものは少ないので、本当に微妙な繊細な世界でもあるので、そういったメッセージを常に意識というかそこに焦点を当てることをずっと忘れずにいたいなっていう気持ちはあります。